あなたの器は無限に広がっていて。そう。あなたはまさに無限。作れば作るほどに足りないものが見えてきて。終わりなど最初から存在しないのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、マツダ、ロードスター RF を製作しましょう。このキットは4名が購入していたのを強奪させていただきました。いつか実際にこの車に乗ってもらいたいと思っているのですが未来は未知のまま。2020年に発売されたこのキット。細分化された新時代のキットですがお値段は控えめですね。最近は3000円を切っていると安く感じちゃいます。完全なオープンではなくエアロトップ形状。タルガトップという名称はポルシェの登録商標らしく大きな声では言えないとのこと。レーシングマシンではないのでパーツ数なんて知れていると思っていましたが、箱を開けた瞬間にそのふぬけた根性は修正されました。次から次へと湧いて出てくるパーツ群。旧世代のキットなら3台分くらいの物量がございます。普段からレーシングマシンのキットばかりバカみたいに組み立てている私にはボーナスタイムも同然。さらには窓枠用マスキングシートまで用意してくださるタミヤ様。説明書は解説書とは別紙になっているだけで高級感を強制的に植え付ける悪魔の所業。レーシングマシンの配色図と比較すると印刷ミスかと思うほどにすっからかんで草。先ほどの大量のパーツ群から予想はしていましたが、ボディ云々ではなくシャシー関連の組み立てに時間を費やすことになりそうです。エンジンパーツがないだけまだマシですね。このキットは4カ国の仕様を選択することができるようです。こういうこだわりはタミヤ様の独壇場ですね。用意する塗料なんてマジで好きなように塗ってください。市販車こそカーモデルを最大限に楽しめるのかもしれませんね。大好きなエアロトップ形状。このフォルムは80スープラのエアロトップに通じるものがあり美しいです。しかしこのキットにも弱点がございまして、パネルラインが浅くぼやけているので塗装を重ね塗りするとさらに埋まってしまいそうです。しかもパネルラインがボディに張り巡らされており筋彫りも手間がかかりそうですね。さ、チャンネル紹介してもらったら伸びるんじゃないだから紹介して。あと動画出すわ。ところがどっこいですな。ところがどっこい。動画編集を少しかじった娘が鼻息荒く YouTuber への夢を語っています。ノーマルのパネルラインは光を当てるだけで消えてしまうほどに頼りなく、深く筋彫りをしたラインは美しいエッジをただ見せつけるように佇んでいます。繰り返し、気が遠のくほど繰り返す、薄皮を削ぎ落とす拷問。拷問しか知らない私には、拷問でしかお答えできる術を知らず、こんな狂気の出来事、私でしか楽しむことができないのではないかと思いはふけるばかり。こんな歪んだ世界にも進化の波が生まれます。ハイテク化する拷問器具。ホモサピエンスには到達することなど不可能な領域。無機質で愛のない拷問。美しさとはかけ離れたその光景に、私の心は惑星のようにゆらゆらと惑うのでございます。傷口は稜線のように美しいエッジを描き、蒼白な白がどこか現実から浮いていて、その奥にミルキーウェイの光景がふと滲んだようです。ピラーを破損から守るランナーがドアモールから無様に生えています。うっかり根元からニッパーでカットするとえぐれてしまうので要注意。手間ですがナイフなどで焦らずに削いであげてください。
黒猫の顔を無造作に撫で回す。抵抗する気配はあるのに離れようとはしない。そこには奇妙な均衡がありました。支配しているようで、どこか支配されている。どちらが従者なのかはわからない。ただ一つ確かなのは、どちらもその関係から抜け出そうとしていないということだけでございます。シャシー関連のパーツ群にずっと違和感を抱いておりました。やけに目に突き刺すような明るい成型色。作業を進めてゆくと塗装直前にはっと気がつくのです。なぜに黒に塗るのにわざわざ白の成型色にしたのか。タミヤ様の思惑に嫌がらせの予感を振り払えない私がいました。プラモに慣れてなければ泡吹いてぶっ倒れているところですよ、タミヤ様。今回はいつものフラットブラックではなく黒サフで裏打ちしました。見慣れないしっとりとした漆黒にときめくばかり。このまま表面も黒サフで染め上げます。オープンカーのキットにはタミヤ様の高速具がしっくりきますね。エレガントなロードスターですが、ハンツヤの姿はやからの雰囲気を覗かせますね。盛大に黒ぬこの体毛を埋め込んでしまいました。神安の4000番で磨き落としてしまいます。下地まで貫くことなく無事に処理できましたね。さらに上塗りするのはスーパークロームシルバー2。価格よりも性能が勝る素晴らしいシルバーです。わずかに歪みながら光を抱え込んでいる黒の成型色。ランナーに連なるその列は、何万光年も旅をしてきた光の残滓のように頼りなく揺れていました。下地のシルバーが乾き、そこに現れたものは先ほどまでの黒とはまるで別の存在でした。近未来の断片のようでいて、どこかおとぎ話の中に紛れ込んだような現実味のない光。私は目配せすら忘れ、その異質な美しさにとらわれていました。クリアルージュの光がゆっくりと表面を満たしていく。甘くて、そしてわずかに危うい口紅の色。最後に残された色だけが異様な存在感を放ちます。それまでのすべてを飲み込むように、その艶は底が見えない。触れた瞬間、どこまでも沈んでいくような錯覚だけが残ります。
シルバーの時点でホコリを削り取った後はずっと残ったままでした。頭にきますが後で塗り直しですね。年を重ねるごとに時の流れは加速度的に速くなります。毎年この時期、この時間に家族で桜を見に公園を散歩します。娘とでっかい娘は仲良くインスタに夢中。今年も3分の1が過去になってしまいました。明日から本気出します。ボディに貼るデカールはこの2枚くらい。いつもの工程がすっぽりとなくなると途端に油断するのが人間というもの。市販車はデカールでかなり楽ができるので良いですね。シンプルなカラーリングだとシルバリングがごまかせないので少々気を使います。私の使用状況ですとかなり酷使されるエアブラシ。常にコンディションは上々でなければなりません。見た目というのはとても重要です。薄汚れた機材というのは扱いも雑になるのはどの世界でも共通。常に美しく。そして単純で堅牢な機材はモデラーを手助けしてくださります。塗りたい時に塗れるのが当たり前。イレギュラーなトラブルをできるだけ減らすのが塗装界隈。Amazon で購入したクイックジョイント。エアホースのねじれ防止にも役立ちます。ガイアノーツ様の EX クリア。毎回今回こそは他のクリア使うぞと意気込んでいるのですが、やっぱり無意識に EX クリアを手に取って準備しているんですよね。どうせ研ぎ出すんですから希釈率は濃い方が重ね塗りも減って楽ですよね。クリアの前半戦が終わりましたが結果は上々。もう少しクリアの深度を上げようと思います。何度も重ねられたクリアの層が静かに光を閉じ込めています。その深度はこれまで知っていた艶とは明らかに異なっていました。差し込む光が変わるたびに色は別の顔を見せて、同じはずの表面が違うものへと変わっていく。現実がわずかに信用できなくなるのでございます。目の錯覚か、それとも疲れから来る遠近の誤差か。とことなく違和感に脳が追いつかなくなります。どちらが本来のサイズなのか。まあたくだらないものに小銭を費やす人生。ガチャガチャなんてものがこの世にはびこることがそもそもの原因。私は1ミリも悪くないのでございます。ガイアノーツ様もガチャガチャに魂を売ったのですね。ちなみにこれで300円ですって。どこにつけるのこんなもの。2014年。新しいロードスターの開発が静かに始まりました。マツダの開発主査である中山雅史。彼は語っています。
軽さこそがすべての良さを引き出す。削ぎ落とすこと。それは今までの進化をただ失うことではございませんでした。そうして生まれた四代目。ですがその裏側でもう一つの矛盾が形を求めていました。開放感とクーペの静けさ。彼は、鼓動のもとに動きを内包した形を追い求めます。すべてを開くのでもなく閉ざすのでもない。選ばれたのはタルガトップという曖昧な境界。2016年、電動ルーフを持つ新たな存在の RF が現れます。約 45kg の重量増。その数値のさすら走りの純度を濁す可能性がありました。それでもなおファストバックのラインは残されます。数値では測れない美しさのために、何度も重ねられた検証とミリ単位の調整。屋根が開くそのわずかな時間。閉ざされていた世界が静かにほどける瞬間。迷い続けた開発者たちの答えになりきれなかった石がかろうじて形を持った瞬間でございました。照明の光源により表情を一変させる不思議な存在。乾燥し落ち着いた塗膜はより一層に質を高めたように佇みます。複雑にデザインされた緩やかに交わるボディ形状。均一に研ぎ出すのは高難度になることくらい想像にたやすいこと。ですがせめて見たくなるのがモデラーの差が。一度研磨を始めたら後戻りはできないことを脳裏で理解しています。水に濡れてかろうじて艶を保っている姿で心をごまかして、もしかしたらとんでもない失敗の道を進んでいるのではないかと気持ちは焦るばかり。洗浄して現実を見せた姿。何度も見慣れている質感なのに今回は深い艶を復帰できるのか不安に溺れます。仕上がりを左右する6000番。気持ちはすでに負けており一度使ったヤスリを使うチキン野郎です。長い時間をかけて研磨する6000番はカーモデルの作業中で一番孤独を味わえます。今日が静かに剥がれ落ちていく。時刻はすでに明日の側へ傾いていました。機械の音は消えて、深夜は奇妙な静けさに満たされていました。時折、羽虫のような音がかすかに混じる。ですがそれが本当になっているのかはわからない。聞き慣れた音に脳が麻痺しているだけなのか、確かめる術はなく、ただその曖昧な感覚だけが静かに残り続けているのでございます。8000番から1万番へと進み、セラミックコンパウンドを布に染み込ませた頃、深夜の闇はどこまでも沈んでいました。ながらみをしていた YouTube の関連動画さえ、いつの間にかどこか噛み合わないものへと変わっている。精度がずれているのは動画なのか、それとも自分の側なのか。茨の道を選んだ昨日の私に感謝します。休日の早朝からガレージの片付けなんてして何をしているのやら。原型がないほどにいじり倒した XLH。乗らなく放置していたので買い取ってもらうことにしました。長く私のバイク人生を支えてくださりました。最近は断捨離を進めておりまして、使わないのに若い頃から大事にしまい込んでいるガラクタを処分しまくっています。一つしかない体にはあまりにも魅力が多すぎる多趣味の弊害。見切りをつけるのも良いものだと思い知りました。近年の旧車ブームのおかげで驚くほどに高額買い取りしていただけたので、それを元手に協定に全額ぶち込み、インデックス投資に回そうと思います。順調に作業が進んでいたのですっかり忘れていましたが、
面倒の極みでしかない窓枠塗装が残っていました。カーモデルもこれさえなければもっと気軽に手を出せるんですけどね。マツダの特徴的な赤、ソウルレッドクリスタルメタリック、複数の層で構成された高機能な塗膜です。従来のメタリック塗装はベースカラーの上に金属粒子を混ぜて反射させる仕組みですが、ソウルレッドは構造が異なります。まず下地に反射層としてアルミフレークを均一に配置。その上に光を透過する高彩度の赤いクリア層を重ねます。さらに最上層にクリアコートを施すことで深みと艶を最大化しています。光は塗膜の内部で反射と透過を繰り返し、見る角度や時間帯によってわずかに表情を変えます。同じ色のはずなのにどこか違って見える。その感覚はこの構造から生まれています。この塗装にはマツダ独自の巧み塗り技術が使われています。職人の手塗りのような精密さをロボットで再現するもので、塗膜の厚みはミクロン単位で制御されます。特に赤い透過層は厚すぎても薄すぎても成立せず、均一に塗る難易度は非常に高いとされています。開発は2010年代前半から本格化し、デザイン責任者の前田郁夫が掲げた鼓動デザインを象徴する色として進められました。コスト面でもこの塗装は特別です。新車購入時のオプション価格はおよそ7万円前後とされ通常塗装より高価。また補修塗装も難しく部分補修では色の差が出やすいため、再塗装費用は一般色より高くなる傾向があります。この工程は今回のキットでも同じ工程で進めており、カーモデルとは思えない塗膜の深度を楽しむことができます。黒サフトスーパークロームシルバー2、クリアルージュと EX クリア。これらの塗料を何層にも重ね塗りしているので9層ほどの塗膜になっております。深い筋彫りを施工した理由がここにございます。純正のままですと塗膜でパネルラインが埋まりメリハリのない仕上がりになったはずです。拷問にも理由があるということですね。知らんけど。EX クリアの乾燥時間を長くとっていないのでマスキングを剥がすのは緊張しますね。真っ赤なボディにたった数パーセントの黒が入るだけで急にカチッとしますよね。ヨッペに乗ってもらいたいロードスター RF。シートはベージュが希望とのこと。そんなカラーオプションがあるのかは知りませんが、好きな色に塗って楽しむのがプラモの良いところ。しかしこのシートは起伏が激しいのでマスキングがかなり面倒。上手い人は筆でちゃちゃっと塗っちゃうんでしょうけどね。市販車キットにありがちなクリアパーツの多さ。塗装や接着に気を使うので好きじゃないんですよね。メッキパーツにも塗装指示があり面倒にも程がございます。
ホイールナットには塗装指示がないのですが気分が乗っていたので彩っておきました。3連メーターはすべてデカールで再現できます。最後に装着するナンバープレート。ほんと日本もナンバープレートの形状を変えてしまうべき。フロント側なんてつけたくないんですよね。でっかい娘へのお小遣いをねだりに満身創痍になったり、ウィンドウ用マスキングの強烈な面倒くささを乗り越えたり、サイドミラーにイントレットマークを貼るだけで体力ゲージがゼロになったり、タイヤを梱包している袋だってハサミでカットする重労働。どれが右前だの左後ろだの選別するのだって気力を使うわけです。プラモというのは面倒くさいの連続の塊であるわけでございます。とまあ、疲れてくると思想が危険な方に偏ってくるのでほどほどに。少し一息つくのも大事ですが休憩って長くなりがちですよね。ちなみに皆さん作業中に何か飲んだり食べたりしていますか？私はお菓子があればあるだけ食べてしまうんですよね。栄養ドリンクなんて飲んでも効いている感覚なんて全くなく、もはや回復ではなく気分の問題。もしかしてすでに体がおかしくなってきているんじゃないかと内心ビビっております。しかもアップロードが近くなると睡眠時間の減少は激しく、朝から朝まで作業時間の労働基準違反状態。なぜかそのギリギリのところで妙に集中してしまう。そして完成した後にようやく気づくのです。あ、ちゃんと疲れていたのだな、と。その頃にはもう次の作業を始めているんですけどね。すべては1989年、ユーノスロードスターから始まりました。車重は約 940kg。ソフトトップのみのシンプルな構造で装備も最低限。軽さと操作感、その楽しさだけに徹底して作られた車です。エンジンは 1.6 リッターで約120馬力。思い通りに操れる感覚が重視されていました。それから30年以上。安全性能や快適装備が求められる時代の中でロードスターは進化を続けます。そして登場したのがロードスター RF。車重は 1100kg 台。初代より 150kg 以上重くなりましたが、電動タルガトップを採用してこの数値は驚異的な軽量モデル。エンジンは最大184馬力まで向上。それでもターボは使わず自然吸気のレスポンスを維持しています。内装も大きく変わりました。ナビやオーディオなどの快適装備が充実し、日常使いにも対応できる車へと進化しています。シンプルさと軽さを追い求めた初代、バランスと質感を加えた RF。数値も構造も大きく変わりましたが、ハンドルを握った時の一体感は今も共通しています。変わったのは時代に合わせた部分。変わらなかったのは走る楽しさそのものでございます。お気に入りの模型店に足を運んだついでに周辺を散策。この一角だけは本当に人の往来が増えて賑わうようになりました。昔から何一つ変わらない風景があったり、近代化されてそこだけ未来を覗けるようになったり、私が土に帰る頃にはどんな街並みになっているのでしょうか。ちょっと気取ったお店に入ってみましょうか。撮影許可を取ることすら躊躇するほどの繁忙期でございました。
1965年の広島に生まれた一人のデザイナー、中山雅史。京都市立芸術大学でデザインを学び、1989年に松大入社。デザイン本部でインテリアを担当。人と車の距離をどう縮めるかを考え続けてきた。2012年に CX5、そして2015年に4代目ロードスター。チーフデザイナーとして形を描き、2016年には商品開発主催。デザイナー出身でこの役割を担うのは異例のことでした。美しさだけでは成立しない。性能だけでも成立しない。考えて、精査して、悩んで、うなって、そしてまた考える。選ぶたびに何かを手放す。それでも問い続けます。どうすれば人は車と一体になれるのか。そしてこのシリーズはギネス世界記録において、世界で最も生産された2人乗りスポーツカーとして認定されました。数字が示すのは単なる販売台数ではなく、この思想に共感した人間が世界中に存在するという事実です。しかし開発は一人では成り立たない。多くの技術者やデザイナー、現場の手によってその思想は形へと変えられてきました。そして今、その役割は次の世代へと引き継がれています。中山雅史は松田を退社し、新たな道へと歩みを進めています。肩書きは変わった。だが、追い求めるものは変わらない。新しい場所でも問い続けています。人にとって本当に価値のあるものとは何か。時代が変わっても、場所が変わっても、その姿勢だけは変わらない。あなたはこれからも、この世界の開拓者なのでございます。松田、ロードスター RF、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。